本わさびーむ日本語 V ティーチャーのわさびです。5月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず今月の日本のコーナーです。5月は別名さつきと言います。隣のトトロのメイとさつきはどちらも5月が由来になっているのは有名な話ですよね。今月は母の日や日本で一番長い連休ゴールデンウィークがありました。なぜゴールデンかというと国民の休日、祝日が集中しているからです。この中でも今日は子供の日についてお話しします。子供の日はもともと端午の節句というお祝いの日です。3月のひな祭り、桃の節句は女の子の健康と成長を祝うものでしたよね。端午の節句では男の子の健康と成長を祝います。1948年に子供の意見を大切にする、幸せを祈る、子供を産んだお母さんに感謝するための日として祝日になりました。ひな祭りにはひな人形を飾りましたが、端午の節句でも同じように特別なものを飾ります。スマホの絵文字にもなっているこれ、鯉のぼりと言います。鯉は魚の名前、のぼりは旗の一種です。江戸時代に男の子の出世を祈って飾るようになりました。一番大きいのが孫井、お父さんです。次の赤いのがひごい、お母さんです。そして青、緑、紫、ピンクなどの小さい鯉は小鯉、子供の鯉です。昔は孫井だけでしたが、家族のデザインへと変わっていきました。この他にも男の子の体を守るという意味で、鎧兜や金太郎、武蔵坊弁慶など強さのシンボルをデザインした五月人形を飾ったりします。端午の節句には家計が絶えないようにと柏餅を食べます。柏という木は新しい芽が出るまで古い葉っぱが落ちないので縁起物として広まったそうです。鯉のぼり、五月人形、柏餅、どれも違った意味や良さがあって面白いですよね。あなたはどれが一番好きですか？わさびニュース。ではここで今月の慣用句を一緒に勉強しましょう。今月の慣用句はこれ。登竜門。これはそこを通る、越えることができれば出世。つまり仕事で成功することができる関門、ポイントという意味です。昔、中国の大きな川に龍門という流れの速い危険な場所があったそうです。鯉がその龍門を登ることができれば龍になるという伝説からこの言葉が生まれました。そしてこの慣用句は日本に伝わって鯉のぼりになりました。鯉が龍になるように子供が立派な大人に成長して出世することを願って飾るんです。この慣用句は、このコンテストはプロになるための登竜門ですや、一人前と認めてもらうにはこのテストが登竜門になるのように使います。この言葉は仕事はもちろんスポーツや芸術、その他にも様々なシーンで使うことができます。あなたの国、あなたが頑張っている世界でも
登竜門と呼ばれるチャレンジがきっとあると思います。JLPT も日本語を勉強する人にとっては登竜門ということができますね。わさびニュース。お待たせしました。大人気漢字道場のコーナーです。では早速問題です。これは何と読みますか？そうですね。5月と読みます。では、5月の雨と書いて、これは何と読むでしょう？答えはさみだれです。これは昔のカレンダーで5月に降る長くて嫌な雨という意味です。では、5月に降る長くて嫌な雨とは一体何だと思いますか？そうです。日本のレイニーシーズン、梅雨のことなんです。では、反対に5月の晴れ、これは何と読むでしょう？答えは、さつき晴れです。このさつきは、さみだれと同じ、梅雨の季節のという意味があって、梅雨の間に時々ある最高の晴れの日のことをさつき晴れと言います。最近では5月のいい天気の日という意味でも使われたりします。このように一つの名詞、一つの熟語に対して特別な読み仮名をつけることを熟字訓と言います。例えば、今日や明日なども読み仮名をそれぞれの漢字に分けることはできませんよね。これが熟字訓です。ぜひ覚えておいてくださいね。では、宿題を出します。5月のハエ、5月の病。これは何と読むでしょう？読み方がわかった人は答えをコメントに送ってください。正解は来月の漢字道場で発表します。わさびニュース。今日最後のコーナーです。マシュマロもぐもぐでは小さな質問や皆さんからもらったコメントを読んでいきたいと思います。マシュマロのリンクは概要欄に貼ってありますので気軽に送ってくださいね。では最初のメッセージです。メッセージを送ってくれてありがとうございました。日本語勉強のテクニックはありますか？日本語勉強のテクニック。そうですね。話せるようになりたいなら、まずたくさん日本語を聞くのがいいと思います。字幕を使ってもいいですよ。わからなくても何を言っているのか集中して聞いてくださいね。あと、日本語で独り言を言うのもいいですよ。さあ寝ようとか、財布持ったかなとか、簡単なことでいいです。それが簡単だと思ったら、自分の困っていることを言う練習をするのもすごく役に立ちますよ。困っていることは何か、どうして困っているのか、どうすれば解決するのか、誰にどうしてほしいのかなど、カスタマーサポートに説明する気持ちで話してみてください。きっといい練習になりますよ。あと、文法を正しく使えるようになりたいなら、日記を書くことです。文字の練習、漢字の練習がしたい人は、ノートに書くのがおすすめです。それが面倒な人は、スマホでもいいです。自動変換もあるし、言葉もすぐに調べられるし、最初はあまりストレスのない方法で始めるのがいいと思います。頑張ってくださいね。では、次のメッセージです。長いメッセージをありがとうございます。これは前の配信の直前に送ってくれたのかな？配信に載せられなくて本当にごめんね。でもすごく嬉しいです。せっかくなので日本語にして読みたいと思います。
まずは1周年おめでとうございます。長い1年でした。毎日のビデオやツイートのおかげでたくさんのことを学ぶことができました。漢字だけでなく日本についての情報もたくさんありがとうございました。勉強を始めてから約9ヶ月が経ちますが、あまり時間がないので進みが遅いです。何度も勉強をやめようと思いましたが、毎日のコンテンツでモチベーションが保たれているので、そこもありがとうございます。今週の日曜日は朝から仕事だし、日本の午後1時はこちらの午前1時なので、もしかしたら配信を見ることができないかもしれません。でも、頑張ってくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。P くんさん、とっても嬉しいです。ありがとうございます。仕事をしながら何かを勉強するのはとっても大変ですよね。9ヶ月も勉強を続けているのは本当に素晴らしいと思います。これからも YouTube、Twitter、Instagram で日本語についていろいろなコンテンツを配信するので、毎日チェックしてもらえると嬉しいです。本当にいつもありがとうございます。わさびニュース。さて、今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です。今月はネイティブなスピードで話してみましたが、いかがでしたか？どれくらい聞き取ることができましたか？ぜひコメント欄に感想を送ってくださいね。文法の質問は今まで通り QA の Google フォームに送ってください。マシュマロもぐもぐへのコメント、皆さんからのメッセージを楽しみにしています。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おっつわっさびーむ。バイバイ。